皆さんこんにちは。鈴鹿です。鈴鹿のポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを始めてだいたい1ヶ月くらいになりました。そしてチャンネル登録者数もなんと7000になりました。いつも見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今日はですね、日本人がよく使うまた今度という言葉について話してみたいと思います。また今度って、日本語ではちょっと怖い言葉かもしれません。本当にまた今度の時もあれば、二度と来ないまた今度もあります。日本人にまた今度ご飯行こうって言われたことがある人いますか？そのまた今度、皆さんはどのぐらい信じていますか？今日はまた今度は本当にまた会いたいという意味なのか、それともやわり断っているだけなのか、本気のまた今度と社交辞令のまた今度はどうやって見分けるのか、そして日本人にまた今度と言われたらどう返したらいいのか、いつもう一回誘ってもいいのか、そんな話を私自身が普段どうやってまた今度を使っているのかという話もしながら話してみたいと思います。もちろん今日話すことは日本人は全員こうですという話ではありません。人によってかなり違うと思います。なので今日は日本人の私はこういうふうに感じますという一つの例として聞いてみてください。まずですね、私また今度って言葉結構使ってます。というかこれは多分もう口癖くらいの勢いで使っています。じゃあまた今度ねとか、また今度行こう、また今度みたいな感じで、その瞬間に本当に次いつ会うかまで考えながら言ってるかっていうと、多分ね、考えていないことの方が多いです。また今度って言った本人が必ずしもその瞬間に、はい、じゃあ次は何月何日にあなたと会います、会いたいですみたいな気持ちで言ってるわけじゃないんですよね。普通に会話の流れでまた今度ねって言っていることもあります。だからまた今度という言葉だけを聞いて、この人は絶対に私ともう一回会いたいんだって思うのはちょっと危険かもしれません。じゃあ全部社交辞令なのというと、それも違います。本当にまた会いたい人にも普通に言います。これがややこしいんですね。例えば友達から明日ご飯行かないって誘われたとします。でも私は明日はあんまり行きたくない。そんな時、ごめん、明日ちょっと仕事があって、また今度行こう。みたいに言うことがあります。私はですね、フリーランスという仕事をしているので、ごめん、その日仕事なんだよねって言いやすい仕事をしています。もちろん本当に仕事の時もありますよ。ね、ちゃんと仕事してます。でも、たまに仕事じゃない時もあります。本当の理由は、今日は家にいたいだったりします。いや、ありませんかね。別にその人が嫌いなわけじゃないんですよ。その人のことは普通に好き。でも今日は家から出たくない。もうシャワー浴びたくない。メイクしたくない。服選びたくない。電車に乗りたくない。もう暑い。もう寒い。眠い。ね、そういう日ありますよね。でも、そこまで仲良くない人に、ごめん、今日はうちにいたいから行かないって、私はちょっと言いにくいです。
その人に会いたくないわけじゃない。今日はただ一人で家にいたいだけ。でもこれを説明するのって意外と難しいんですよね。で、私断ること自体にちょっと申し訳なさを感じるタイプなんです。だからせっかく誘ってくれたのに行きたくないっていうのってなんとなく相手を否定しているようなそんな感じがしてしまいます。もちろん本当はそんなことはなくて、もうただ予定が合わないだけかもしれない、もう疲れているだけかもしれないし、今日はね一人でいたいだけかもしれないですね、相手も。でも誘った側からしたら断られたっていう事実は残るじゃないですか。だからちょっとでも相手が嫌な気持ちにならないように、仕事があってとか、ちょっと予定があってとか、最近ちょっと忙しくてみたいな理由を言って、最後にまた今度っていう言葉をつける。はい。時には嘘です。嘘ですね。はい。認めます。でも、相手を傷つけないための嘘っていうのは優しい嘘ということにして自分を正当化しています。すごく都合がいいですよね。はい。でも本当のことを全部言うことっていうのがいつでも一番とは限らないと思っています。例えば、今日はあなたと会うより家でネットフリックスが見たいので会えません、無理ですって言われたら、正直ですけど、別に言わなくていいよくないですか？なんかほら、言われた方も私ネットフリに負けたのみたいなね。私の考えすぎなんでしょうけど、なので私はこういう微妙な場面でまた今度っていう言葉がすごく便利だなと思います。はっきり断らなくてもいいし、相手にももうそこまで嫌な思いをさせずに、その場のちょっと気まずい空気から逃げることができます。でも、じゃあもう本当にその人とご飯に行きたい。ただその日だけどうしても時間が合わない。この場合は私はもう全然違います。例えば、明日ご飯行かないって言われて、私はどうしても明日だけ無理。でもその人とはめちゃくちゃご飯に行きたい。そんな時、明日は無理。でもめっちゃ行きたい。来週は？土曜日？日曜日は？いつ空いてる？っていう感じで積極的になります。一番近い日程を探します。本当に行きたかったらもう私は電話をすることもあります。ね、いつ空いてんのってね。だから同じまた今度行こうでも全然違うんですよ。行きたくない時にもまた今度行こうって言うし、本当に行きたい時にもまた今度行こうって言う。じゃあ何見たらいいのっていう話ですね。はい。私はまた今度というその言葉そのものより、その後に具体的な話が続くかどうかを見るのが一番わかりやすいと思います。いくつかね、例を出してみましょう。まず、今日は無理だけどまた今度行こう。私ならこれだけでは期待しません。もちろん本当に行きたい可能性もありますね。でも私はそうねまたねくらいです。次、今日は無理だけどまた今度行こう。来週の土曜日はどうって言われた時、これはかなり本気だと思います。だってもう具体的な日が出ていますよね。来週どうとか、土曜日空いてるとか、何曜日休みなのとか、そんな会話が続くんなら本当に会いたい可能性はかなり高いと思います。次、落ち着いたら行こう。
いつ落ち着くんでしょうね。これも難しいんですよ。本当に忙しくて、今ちょっと無理だけど仕事が落ち着いたら行きたいって思ってる人もいると思いますけど、落ち着いたら行こうだけ言われて具体的な話が何もないなら、私はあんまり待たないです。だってもういつ落ち着くの？来週？来月？来年？わかんないじゃないですか。次、予定分かったら連絡するね。これは私は本当に連絡が来るまで信じません。連絡するねって言われて、じゃあ絶対連絡来るんだとは思わないです。連絡が来たら、本当に連絡くれたくらいに思います。そして次、また機会があったら行きましょう。これはね、その機会は本当に来ますかっていう。私は機会があったらって言われるとかなりこれはもうないのかなって思うタイプです。機会は英語だとチャンスに近い意味ですよね。ってことはまたそういうチャンスがあればねみたいな意味になりますね。でも私の中では機会があればもうないとは思うけどみたいな感じがちょっとあります。ただこれも私の感覚ですよ。本当にそのままの意味で使っている人もいると思います。だから本気のまた今度と社交辞令のまた今度を見分けたいなら、声のトーンとか表情を一生懸命見るより、私はその後の話を見る方がいいと思います。もちろん、声のトーンで分かることもあるのかもしれません。でも私は分かりません。笑顔でまた今度ねってね言われても本当かもしれないし、社交辞令かもしれない。だから具体的な日にちが出てくるか、その後本当に連絡が来るか、相手からまた誘ってくるか、こういう言葉の後の行動を見た方が皆さんが分かりやすいのかなと思います。そしてもう一つ結構大きいのが相手との関係です。例えば私のすっごく仲がいい友達、親友からまた今度遊ぼうねって言われたとしても、私は何にも気にしません。だってそのまた今度が絶対来るっていうのが分かっているからです。親友との間でこのまた今度って社交辞令かななんて考えないですよね。そもそも仲いい友達だったら社交辞令がいりませんよね。例えば外で遊ぶ約束をしていても、当日ちょっと今日暑すぎない？ちょっと外無理じゃない？家で遊ばない？みたいな感じで言えますよね。で、仲が良かったらね、家にも呼べるじゃないですか。だから関係が近いほどわざわざ綺麗な理由を作らなくてもいいんですよね。今日は疲れた。ちょっと今日は無理。もう外出たくないっていうのがしっかり言える。でも逆にまだそんなに仲良くない人には私はちょっと言いにくいです。なのでまた今度っていう一つの言葉だけを見ても判断ができないんですよね。その人との関係も大事です。じゃあここからは日本語を勉強している外国人の方が実際に日本人からまた今度ご飯行こうって言われたらどうしたらいいのか。まずその場での返事ですね。私はそうだね、また今度ねって全然いいと思います。すっごく自然です。また行こうとかぜひとかでもいいと思います。そうだね、また行こうぐらいが私的には一番自然かなと思います。そしてじゃあまた今度って言われた後、具体的な予定がなかった。じゃあもう誘わない方がいいのっていうと、私は
回くらいなら自分から誘っていいと思います。例えば数日とかもう少し時間が経ってから、この前言ってたご飯来週どうとか、来週空いてるって聞いてみるっていうのは全然いいと思います。ただその時点で絶対 OK してくれるって思わない方がいいかもしれません。もしかしたらまた無理って言われるかもなーくらいに思っておいたら、断られた時もちょっと傷つかないんじゃないですか多分。例えば1回目、今度ご飯行こうって言って、向こうがまた今度言ってきて、数日後、じゃあ来週どうってもう一回言って、ごめん来週忙しくてさ、また今度って言われたとします。ここまでは本当にね忙しいかもしれない。じゃあ最後にもう一回、じゃあ再来週は、いやーごめんその週もちょっと無理で、また今度ね。はい、私はここで終了です。私の中では脈なしです。もちろん本当に偶然2回とも忙しかったのかもしれません。分かっています。分かっているんだけど、私結構ナイーブなので断られると普通に悲しいんですよね。1回目は予定合わなかったんだって思って、でも2回目も断られたら、これはもう私から誘わない方がいいのかなって思います。だって本当に相手も私に会いたかったら、ごめんその日は無理なんだけど何日ならどうってね言ってくれるんじゃないですかって思うからです。だから2回断られて向こうから代わりの日っていうのも出てこないなら、私はもう引きます。日本には仏の顔も3度までということわざがあります。仏は仏様の仏です。どんなに優しい人でも何度も何度も同じことをされたら最後には怒りますよっていう意味なんですが、私はね3度まで待ちません。私は2回までです。どうですか皆さんは何回までいけますか？ 2 回 3 回もうそれとも本当に会いたい人なんだったら何回断られてもじゃあ次はって聞けますか？私は無理です皆さんの国にも仏の側3度までみたいな言葉がありますか？もし似たようなことわざがあったらぜひコメントで教えてください。ここまでこういう場合は本気かもしれない、こういう場合は社交辞令かもしれないっていろいろ話してきたんですけど、正直に言ってもいいでしょうか？結局 100% は見分けられませんここまで話しておいてなんなんですが、わからないものはわからないです。相手がまた今度行こうって本当に思っていたとしても、その後忙しくなっちゃって結局行けないこともあるし、逆に最初は軽い気持ちでまた今度ねって言っただけなのに、後から本当に仲が良くなって一緒にご飯に行くこともある。人の気持ちも予定も変わりますからね。だからこの言い方なら 100% 嘘とか、この言い方なら 100% 本気みたいに全部ルールにしようとしなくていいと思います。ただ一つ分かりやすいのは、また今度の後に具体的な話がちゃんと続くか、もう来週どうとか、いつ空いてるって聞いてくるか、もう本当に連絡が来るか、相手からまた誘ってくれるのか、そういう行動があれば本当に会いたい可能性はかなり高いと思います。逆に何回会ってもまた今度ね、また落ち着いたらねだけで、特に具体的な話が出ないんであれば、あまり期待しない方がいいかもしれませんなので今日ね一番伝えたいのは、また今度イコール断りではありません。
でも、また今度イコール絶対また会おうでもありません。本当にまた会いたい時にも使うし、やんわり断る時にも使います。そして本人も何にも考えずに口癖みたいに言ってることもあります。だからその言葉だけで全部判断しなくて大丈夫です。相手との関係、その後に続く言葉、具体的な予定が出るか、本当に連絡が来るか、そういうところを一緒に見てみてください。そしてもし日本人にまた今度ご飯行こうって言われて、本当にその人に会いたかったら1回くらいは自分から誘ってみてもいいと思います。それで断られたからといってすぐに嫌われたって思わなくても大丈夫。本当に予定が合わなかっただけかもしれません。ただ2回3回断られて向こうから具体的な提案が特になかったらちょっと引いてみてもいいかもしれません。ということで、日本人のまた今度 100% 信じないでください。でも 100% 嘘だとも思わないでくださいね。でも日本語って言葉そのものの意味だけじゃなくて、その後に何が続くかとか、相手との関係とか、そういうところもすっごく大事なんだと思います。さて、皆さんどうですか？皆さんの国にもまた今度のように本当にまた会いたい時にも使うけど、やんわり断る、そんな時にも使うような曖昧な表現はありますか？そして皆さんなら一度誘って断られた後、何回までならもう一度誘えますか？皆さんの国の表現や皆さん自身のまた今度の感覚っていうのもぜひコメントで教えてください。このエピソードを使ってもっと勉強したいよっていう方は振り仮名付きスクリプトが入ったワークブックもありますので、概要欄からチェックしてみてくださいね。今日のポッドキャストが良かったなと思ったらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。そしてベルマークを押して通知もオンにしてくださいね。まだもう少し日本語を聞きたいよっていう方は画面に出ているポッドキャストも続けて聞いてみてください。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。